国に有利な形で日本の政府を動かそうとする人はいますよと。でどれぐらいの人なのかっていうと、その人は日本の自民党という与党の幹事長です。24歳男性です。僕は陰謀論の記事などを見て一人で怖くなることが多いです。将来的に中国に日本が支配されることあると考えますか？可能性あると思います。もしあると考えられるなら、それはどのくらいの未来でどのような方法で支配されると考えられますか？ですね、まず残念ながら日本ってだんだん経済的に悪くなっていって、お金のある人に流されるというのが起きてるんですよね。日本で今与党と言われる党が、政権を持っている党が自民党、自由民主党なんですけど、でそこの幹事長が二階さんっていう人で、二階さんが自民党の党員を一番多く増やした人なんですよ。自民党って今120万人とか党員があるんですけど、でその党員を減らしてる人が自民党の中で偉いよねっていうポジションなんですけど、で二階さんって中国とめちゃくちゃ仲がいいんですよね。親中国派と言われていて、中国に対して尖閣諸島の問題とかあるから抗議の文書を送ろうって言った時、いやいやそんな抗議の文書とか送るのやめようぜって言って骨抜きの文章に変えたのは二階さんだったりするんですよ。で今のところ自民党の幹事長だったりするので、残念ながら与党の自民党の中枢のポジションを取っていますと。でその人が中国と仲良くしていて、秋元さんっていう名前の人が中国のカジノ企業から賄賂をもらったんですよね。それ2人ぐらい確か国会議員でなんか200万ずつとかもらったんだっけなっていう感じで、中国からお金をもらってたり、中国と仲良くすることで経済的バックグラウンドを持っている人たちっていうのが民間のみならず政治家の中にもだんだん増えてきてるんですよね。残念ながら日本の企業ってそんなにお金がないので、100万だったっけ、すいません。なのでそうすると、じゃあ日本の企業お金出さないけど中国はどんどんお金出すよってなると、で政治家って選挙で受かるのにお金が必要なんですよ。お金を持ってる人ほど選挙で受かりやすいんですよね。でお金さえあれば結構受かるっていうのもあって、広島で河合夫婦が1億5000万円だっけかなんか使って、もともとそこの広島の地盤があった人を落として受かったんですよ。なのでその後賄賂を配ったっていうので捕まって裁判やってるんですけど、なので大体1億あると議員変えるんですよね。そうすると、じゃあ中国が中国派の議員増やしたいって言って100億ぐらい出すと100人ぐらい政治家が作れる可能性あるんですよね。もちろん違法ですよ。違法なんですけど、バレなかったらいいんですよ。でバレても捕まるのは日本人なんですよ。中国のカジノの会社がお金払って議員は捕まったんですけど、お金を払った中国のカジノに何かペナルティはありましたかっていうとないんですよ。なので中国側はお金出し放題で、捕まったやつがバカっていうので毎年毎年ずっと、じゃあ仮に100億円ずつ出すとしてるとして、じゃあ半分捕まりました、50人捕まりました。でも毎年50人中国のお金で受かった政治家が生まれて日本の国会議員として活動し始めるじゃないですか。でその割合がだんだん大きくなっていくと、在日中国人に対して参政権を与えようって言い出すと思うんですよね。アーノルド・シュワルツェネッガーさんってアメリカ人じゃないんですよ。あの人もともとオーストリア人で、大統領にはなれないんですけどカリフォルニア州知事にはなってるんですよね。なので知事までは外国人でもなれるんですよ、アメリカっていう感じで。アーノルド・シュワルツェネッガーみたいな例があるから、知事ぐらいまでだったら外国人でもいいんじゃないっていうのをぼちぼち言い始めて、でじゃあ多分中国でジャッキー・チェーンみたいな人が山形県とかで出馬したら、ジャッキー・チェーンだったら悪さしないっしょみたいなので、いつもにか山形県知事ジャッキー・チェーンとかになるんですよ。で別にジャッキー・チェーンも悪さしないから、問題ないんじゃねっていうので、知事になる時もやっぱりお金が必要なので、だんだん中国系のお金をもらってる人っていうのが、オーストラリアの方か、すいませんっていう感じで、ちょっとずつ中国系俳優とかが日本のいろんな県の知事になり、政治家も中国系の人が増えっていうので、気がついたら中国の影響力がだいぶ増えてるんだけど、でも中国の影響力が増えているということはあまりわからないというまま、多分日本が運営されてるっていう状態になると思うんですよね。陰謀論でいうのは何なんですけど、中国の人って台湾を中国だと思ってるんですよね。もちろん思ってるというかそうみなしてるし、国連も一応台湾は中国の一部だとみなしてるんですよ。で台湾国籍を持ってる人っていうのは中国から見ると中国人なんですよ。なので中国国籍を持ってる人ってカウントするんですよ。中国から見るとね。台湾の人たち、オードリー・タンとかが自分がどう思ってるかは別にして、中国の人は台湾人は中国人だと思ってるんですよ。で
中国の人が台湾人を中国籍だと思ってて、中国籍を持っていながら日本の政治家になった人っていうのがすでにいるんですよね。本人曰く台湾籍でしたって言ってて、中国籍だとは言ってないんですけど、ただ中国の人は台湾籍の人も中国籍だと思ってるので、その村田さんっていう人なんですけど、あんまり村田さんっていう名前で活躍してない方なんですけど、もともとグラビアアイドルだった方で、台湾籍を持ったまま日本の政治家になって、で民主党のナンバー2まで行ったのかな。でその後台湾籍を持ってるっていうのがバレて、台湾籍をもう持ってないよ、捨てたよって言ってたけど実は捨ててなかったっていうのがバタバタして、結果として捨てたことになったのかなっていうので、あれも多分黙ってたら中国から見ると中国の国籍を持ってる政治家がすでに1人いて、元与党で野党としては一番勢力が多い政党のナンバー2に中国国籍の政治家がいたっていう状況にはなってたんですよ。ただ僕は別にその村田蓮舫さんがそういうスパイだとか思ってないですよ。たまたま台湾人だけどそうなっちゃったんだと思ってるんですけど、ただ中国はそういう風な見方をしてるし、でそういう状況になったとしても日本の人たちってそこまで分からなかったよねって話。要はその蓮舫さんが台湾籍だったっていうのは、あれ文春かなんかが言うまでは誰も気にしてなかったじゃないですか。だって名前蓮舫だから日本人じゃないよねってみんな分かってたわけじゃないですか。でも台湾って言ってるし日本人の政治家だから別に大丈夫じゃないのみたいなふわふわしてたわけじゃないですか。っていう感じで、中国籍だけど分かんない人っていうのがふわふわと政治家に増えるっていうのは今後もあるんじゃないかなと思います。日本って国会議員が過半数が投票すると法案が作られるわけじゃないですか。でじゃあ国会議員の人たちってどうやってなるのっていうと、分かりやすく言うとお金持ってる人が当選しやすいんですよ。お金全くないけど当選しましたっていうのはごくたまにいるんですけど、基本的にはお金持ってる人が当選するんですよ。広島で昔その新人さんが自民党の党首から1億2500万円1億5000万円もらって、広島中の市長だったり議員だったりに1人20万とか30万とかお金を配って結果として当選したっていう河合杏里さんっていう方がいるんですけど、それがバレて今逮捕されて拘置所にいるのかな。とはいえバレて捕まったっていうのはあるんですけど、ただ国会議員として当選したのは事実なんですよ。なのでまずお金があれば国会議員になれますよと。で1億5000万円ぐらいあるとなれるみたいなんですよね。でお金重要ですよねと。じゃあ国会議員がいっぱいポコポコ生まれました。中国が例えばお金を1億5000万円ずつ配って、じゃあ国会議員200人抑えようと思ったら300億円でいけるわけじゃないですか。1人1億5000万円だったら。ということは300億円払うと国会議員200人ぐらい抑えられるわけですよ。でじゃあ今中国はどれぐらい日本の国会議員を抑えてるか。習近平主席を国賓として呼ぼうっていう動きがあったんですよ。でそれを言い出したのが自民党の幹事長の二階さんっていう人で、二階さんっていう自民党の幹事長は割と昔から中国と親しくて、中国がウイグルの問題だったりいろいろやらかしてるから中国に対する非難決議をしようっていう時にめっちゃ反対したんですよ。で結果として非難決議がすごいなんか曖昧な表現に抑えられたんですよ。なので日本の国会議員の中で中国に有利な形で日本の政府を動かそうとする人はいますよと。でどれぐらいの人なのかっていうと、その人は日本の自民党という与党の幹事長です。なので与党の幹事長って総理は置いといて自民党内部で2番目に偉い人なんですけど、2番目に偉い人が中国を有利にするっていうのですでに隠してやってるわけではなく堂々とやってるじゃないですか。だからもうなんか法律作られてもそうなるだろうねとしか思えないんですけどね。なので今更なんかネトウヨの人が自民党を支持してるのを見て何やってんだろうなと思うんですけど、はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。